今日もやってまいりました変態さんいらっしゃいのコーナーです。行きましょう。はい、藤原匠出ました。行きましょう。はい、RC 東郷。こんにちは。どうするです。石健です。石健さん。石健です。お願いします。石健さんといったらね、よく CC01 の方を見かけるのと、実車でも AE86 に乗られてると。はい、実車でも結構昔走られてたんですか？そうですね。はい、いろんなところをブイブイ走って。あ、石健さんの好きな女性のタイプ。優しい人が。ああ。そうですね。あと車に対して寛容な人が。じゃないと乗れないですよね。乗れないですよね。エアコンついてます？ちなみにあの車。ついてます。あ、よかった。すごい。めっちゃ奥さんいますから。奥さんいますからね。そこら辺ははい。なるほど。芸能人とかでタイプでこういうの、まあいろいろってことですか。パッとすいません。出てます。僕もどんな人がいいですかって言われて、僕もまあその時々によって変わりますって言ったら浮気者って言われましたね。とある女の人ね。この帽子はどこで購入されたんですか？これちょっとこれどっかのサービスエリアで買いましたよ。ご機嫌ファクトリー、一瞬ドンキかと思いました。ありそうなんですでね、今日はその石健さんのマシンを撮影させてもらうんですけども、なかなか衝撃的です。見てるとえって感じのマシンなんで、そちらの方を見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。マシンこちらになります。TT01 ですよね。そうですね。うん。これ見てもらうとね、モーターがないんですよ。あ、モーターがないのに走るんですね、これ。そうですね。画期的ですよね。フィリピンのドクターが開発した空気で走るマシンですっていう。はい、で実際昔に前の会社に勤めた時に、はい、その社長の友達がそういうなこと言ってる人がいましたね。空気で走るエンジンがあるんですよとか、投資しませんかとか言ってさ、うわー来たなーと思って、はい、ちょっとこの辺はねモーターが今なくて加工してあるんですけども、この辺のカバーもねちょっと本当だね、ちょっと上カットしてありますね。これなんでカットしてあるの？それは最初ブレーキが弱いんですよ、なんでなんかブレーキ機構をつけようかなって。ああ、そういうことね。加工し始めて結局今のところはやめてそのままになってる。ちょっと保留ですね。保留ですね。ああ、なるほど。なるほどね。でまあ見てもらうと至って普通の TT01 なんですけども、このセンターシャフトがついてるっていうことは四駆なのかと思いわせつつもまっすぐつながってて、ここに来てこの辺がちょっとね変わってるんですけれども、実はこれなんですよね。モーターがちっちゃいんですけども、そうですね。380だねこれ。そうですね。380モーターを突っ込んだっすね。ギアボックスがあったところに入ってるよね。そう、横から見るとね、ここからモーターがちらっと見えるんだけれども、本当だ。本当だ。で、これやっぱりこうなってくると不思議なのはモーターマウントなんですけれども、これがサーボステーに板かまして、この下のこの丸いこれ何ですか？それはホームセンターで売ってるディレクターパイプなんですかね、棚作るパイプとかの用のオプションパーツっていうんですかね、そのパイプに何か物をつけるときに使うプラスチックのパーツをちょっと切って、要はこれがパイプだとしてパコってなるやつだよね。そうです。ちょうどぴったりになるんだ。はめてみたらぴったりだったっていう。狙って買ったもんじゃないんですけど、なんか手元にあって試しにはめてみたら、あれこれぴったりじゃんってなって、なんかドンピシャだよね。ちょうどモーターマウントなんかどうしようかなっていろいろ考えてる時に、試しにとりあえず挟んでみるかっつって。綺麗についとるもんなこれ。これね、固定は前側だけ？それとも後ろもなんか？後ろはないです。後ろ、前だけで固定っていうこと？そうです。その白いやつと、あとミニ四駆の板？板と、あと回り止めで一応なんか板が入ってる。これがこのギアボックスに引っかかるようにしてある。モーター自身がフリーで回転しないようにすごいね。引っかかりだけ作って
なんでものすごくこうだからこれモーターがこうちょっと前後するんですよね、固定してないんで。いいこれフローティングモーターマウントですかこれ。そういうことです。これはすげえ。でモーターの動力がこれさペラにさそのまま入ってるってそのままデフにいってるということはギア比が 2.6 ですよね。そういうことなんですスーパーハイギアードですよこれ。ギア比 2.6 ですよ。ファイナルしかないですからね。めっちゃむずいじゃん。ですよ。うん。そうだからパワーは抑えてますこれ。だいぶアンプの方でやっぱ抑えて。そうですね、まずあこれ抑えれるのこのアンプで。いやサーボの方プロップの方であプロップの方でね。あエンドポインはト50ぐらいにして知らせてたら、まあさっきちょうどおお。まあ乗れるかなぐらいだったんですけど、うんまだ全然試作段階。100だともう全然暴れちゃう。100だと、はい、そのスロットルにうん連動しない、バット踏んでも回転の上がり方が、うん。なんていうんですか、うーんって上がってくんで上がりきった後にアクセル離しても、うーって下がってくんで、こああまあブラシモーター特の有のね。レスポンスがめちゃくちゃ悪いんで、あスロットルワークがほぼないみたいな、バンバン回っちゃってくるくる回っちゃう。でも全然50にしても全然全開にすれば巻いてっちゃう。多分イメージ的には前回のエンジンカーのドリフト企画あぽいような近いかな。ブレーキを駆使しないと乗れないっていう。そうですよね。多分。そうなのにちょっとモーターが小さくて、うん。多分磁力が弱いせいで、うんブレーキもロックできないんで、あ本当。ここら辺でうん最初どうしようってちゃんとブレーキングできないんで、飛距離調整とか普通に走るのにうん。困るなと思って、ちょっとここら辺を加工して、うん。なんかこう当ててうん。このスパーを止めるうんとかいろいろ考えたんですけど、うんもう一回まあアンプ設定ちょっとして、まあとりあえずブレーキっぽくは動くようになったんで、最初の設定がちょっとアンプおかしかったのか、ちょっとまあ一応走れるようにはなったんで。なるほど。かなりエキスパート向きな感じだね今のところ。そうですね。師匠が藤原匠なんで。昔憧れてました本当に藤原匠になりたかった。本当ですか。見たことあります？あります。もうそれのせいで86乗ってるんで。本当に藤原匠が師匠だとすると MF ゴーストっていうアニメで言ってたんですけども、あのコーナーリングはゼロカウンタードリフトだっていうことを言ってました。福ちゃん興奮するやつじゃん。ゼロカウンタードリフトとか言ってこれラリーだろみたいな感じなんですけど、もう余裕わけわかんない。なんかねリストがあるじゃないですか、あって今 MF ゴーストで戦ってるんですけどね大谷洋平っていうのがいましたよ。ちょっと結構言ってること変わらんじゃないですか。そう見てあっと思ってこの作者もちょっとやってんなみたいな感じがしましたよね。なるほど、こんな感じですね。はい、でもまだこれから成長するんですよね。そうです。まあもう少しちゃんと走れるように、そうですね。メカもはあり合わせのとりあえず動作確認レベルのものうんしか作れないんで、い。でもいきなりパッとチェックダウンですげえな。これ裏もねこうやってこの TT って前から蓋がつくんで、つきます。ああなるほど。蓋をもう切っちゃってるんで2分割されちゃって、こうんのロアアームを止めるうんこの前のパーツっていうんですか、うんそれがどうにももう固定できなくなっちゃったんで、それでこういう風にしてやるってこと。アルミニウムのプレートでとりあえずうん固定して、なんとか足を固定してます。夏休みの工作ね。うんレベルの話ですけど、いきますよ。はいチーズ。はい、オッケーです。はーいありがとうございまありがす。とうございます。はい撮影は以上になります。はいはい全然走るよ。